頃が一番苦しかったです。恩返しをして幸せにしたいです。失敗し続けてた経験しかなかったですね。絶対にデビューしたいです。インドネシア出身21歳、小柳恵美です。学生をしていました。はい、私は過去にオーディション番組に出演していた経験があって、その結果がすごく悔しい結果で終わってしまって、またあの景色を見たいなって思ったので、この2年間たくさんオーディションを受けてきたんですけど、やっぱりその中でもこのブラック&ホワイトのコンセプトが自分の中ですごく心に刺さったので、自分のありのままを受け入れてくれるのかなって思って志望しました。私は今大学4年生の代で、周りのみんなは就職活動だったり就職先が決まっていた状態で、なのに私は何も得ていない、そういう状況だったので、すごく焦っていた自分もいました。その時にちょうどこのプロジェクトを見つけて、もう私はこれしかないなって思ってすぐに応募しました。私は今地方の大学に通っているんですけど、通いながらこのオーディション番組にも参加しているんですけど、新幹線で通学をしてここでオーディションを受けている、こういう生活がすごく自分の中ですごく求めていた理想的な生活で、今恵まれている環境にいるなってすごい思います私は中学生の時にその TWICE さんっていうアイドルを見て、私もこういう風になりたいって、アイドルになりたいってしっかり夢を持ち始めた時期で、けど父がすごく芸能活動だったりこういう表舞台に立つお仕事をすごく反対していた方だったので、言えなかった、抑えていた時期でした。で、高校に上がると同時に一人でインドネシアから日本に来て、言語も違うし文化も違う生活ですごくホームシックだったり環境の慣れてないところだったので、すごく不安な部分もあったんですけど、やっぱりその中でもまだアイドルっていう気持ちが消えなくて、そこで父には内緒でオーディションを初めて大学生の時に受けたんですけど、それが初めてのオーディションで合格をして嬉しい気持ちもあったんですけど、父にどういうふうに説明しようっていう葛藤があって、そこで初めて父にこういうアイドルになりたいとか、こういうオーディション番組に受かったんだけど私は絶対に出たいっていう本心を話したら、やっぱりすごく怒られてしまって、学校はどうするのかとか現実的なことを言われてしまったんですけど、やっぱりこのアイドルという夢、アーティストっていう夢を諦められなくて、説得してちょっと時間かかったんですけど理解してくれたので、そこで私は絶対に頑張ろうって思いました。けど経験者が周りにはすごく多くって、何も知らない未経験な私には想像もつかないような環境だったり人だったり生活だったりが待っていて、今思えばなんでこういうことができなかったんだろうとか、もっとこうしたらよかったのかなとか、たくさん後悔があるままその番組は終わってしまって、そこでまたインドネシアに帰って一人ですごく反省していた時期で、あの頃が一番苦しかったです。もう今でもそう昨日のように鮮明に覚えている記憶なので、すいませんもうあんな後悔はしたくないし、
今こうやってまたオーディション番組に出れてファイナルにも残れたので、もう絶対にこのチャンスは逃したくないので、絶対にデビューしたいです。私はその前回出たオーディション番組以外は全く普通のただ一般な学生で、これといった成功体験がなくて、ずっと失敗し続けてた経験しかなかったですね。けどこうやってまた戻ってこれたので、今が成功体験ではっきり言えるように絶対に頑張ります。最後まで諦めずにやりたいです。その中学生の時にそのインドネシアにいたんですけど、その時はまだアイドルとかその K-POP アイドルだとか日本のアイドルが浸透していなくって、インドネシアではその中でも日本人のお友達がこういうアーティストとかアイドルがいるんだよって教えてくれて、私もこういう風に元気づけられるアーティストだったりアイドルだったりになりたいなってそこで思いました。前回あった5人審査が一番印象に残っています。やっぱ5人いるとみんな性格も違うし育ってきた環境も違うので、私はそこの5人グループのリーダーだったんですけど、どうやったら一つにまとめられるかすっごく悩んでた時期で、本当にたくさん衝突があって一番しんどかった苦しかった時期だったんですけど、4人からもらったスキルとかもしっかり吸収して最後の最後本番で出し切ったので、すごく印象に残っています。同じ5人審査で一緒だったひなのブレイキングだったり、私にはないような特技を持っているので、初めて見た時はすごく印象に残りました。私は今までダンスも歌も習ったことがなくて、初めて基礎から習ったんですけど、知識がない分基礎がない分すごく難しかったんですけど、初めてこういうところできてないんだとかこういうことできてるんだなっていうのがはっきり分かった時期なので、すごく自分の成長にもなりました。私は身長が高いわけでもないので、どうやったら身長が高く見えるのかなとかを意識したりもするんですけど、自分の着たい服を着るのがモチベーションにも上がるし、その一日の気分が上がると思うので、だいたいは自分の好きな服だったりスタイルを着ています。ビジュアルは私のチャームポイントがほっぺと目を言われることが多いので、それを活かせるようなメイクだったりを心がけています。このブラック&ホワイトの中で唯一海外から来て海外で暮らしてインドネシアから一人で来てっていうのが一番の個性だと思うんですけど、私はすごく現実主義な人で、できてなかったら自信にもならないし、すごく努力家な部分があるなって思います。私がデビュー後に叶えたいことは、インドネシアでライブをしてお父さんとお母さんに恩返しをして幸せにしたいです。毎日たくさんの応援メッセージありがとうございます。前から知ってくれた方も、この番組で初めて知ってくださった方も、皆さんのおかげでまた今こうやって活動できています。そしてたくさん元気もらってます。このチャンス絶対に逃さないので、絶対にデビューするので、また会いましょう。ありがとうございました。